先生、今年いよいよアクアオトミクスの20周年ですね。はい。ね。そうですね。で、もう5月の17日からアクアオトミクスの第5回の国際学会が予定されていると思うんですけれども、今年の学会はどんな感じになりそうですかね。まあ20周年らしくだと思います。これだけ時間経って、いろんな分野とつながって、いかに学際的な学会になりまして、もうそろそろ違うステージ、次のステージに行く感じです。前回は第4回は、ね、2021年はオンラインになりましたけれども、今回はリアルで。前回も今回もハイブリッドになりますので、ただ今回はもっと外国の方が来られるようですね。はい。いろんな分野の先生方がお見えになります。2018年の第3回の時もすごかったですもんね。20カ国以上。はい、そうですね。今年は同じ、外国の、国がどれぐらいの国の方が来られるちょっと今わからないんだけれども、多分似たような学会になると思います。で、今年のメインっていうか、今年中心になる議論っていうのはどんな感じになりそうですか？やっぱり20年アクアフォトミクスは広げてきてますので、いろんな分野の方々がアクアフォトミクスを使えるようになりまして、で私たちも勉強進んでて、と同時にやっぱりその科学の世界が量子科学の方に、量子コンピューターもすごい進んでますので、そのおかげで最近その分野自体すごく広がってるし、でアクアフォトミクスとの関係はものすごく近いので、だから私たちの勉強にもなるし、多分量子科学の先生方にも勉強になると思いますので、お互いに情報交換にもなると思うし、すごく楽しそうだと思いますね。例えばちょっと何人か先生今回の招待スピーカーの先生を少しご紹介いただければ。そうですね。おかげさまで、スポンサーの本当にのおかげで招待できる先生方の数が多くなりまして、その中でやっぱり量子科学、量子場の理論、やっぱり日本人の梅沢先生からの教え子の先生方、イタリのヴィティアオ・ジュゼッペ先生も来られるし、もっと若い教え子がアントネオ・アデニーノも来られるし、あと若い40代の先生方が量子物理、量子生物、哲学と量子物理の方のパオさんも前からのよく私たちの中で、成長してきてらっしゃるっていう私たちも見守ってるって感じで、あとピエールもマドザルツブルクの大学の先生の来られる。あと最近物理の世界、量子科学私言ってたんだけど、物理の世界すごくユニファインテオリーというか理論、全部の説明できる理論、いろんな先生方が作ろうとしていらっしゃるんだけれども、統一理論ですね。その中でだいぶすごく最近いくつかの論文出されているナシム・ハラメインという方も来られるんですよね。ナシム・ハラメインさんというと、僕は2011年頃の映画で見ました。はい。はい。そう私最近思い出した、社長さんから2011年で会った時、もう京都研究始まった時その前聞いたんですね。
でちょこちょこそうフォローしてたんだけれども、その時のそのムービーはちょっと自分の中でどうかなと思ってたんだけれども、やっぱりその長年の間に先生もいろんなグループといろんな共同研究者でやっぱりその統一理論に注目されたのはとても良かったと思います。だからそこが多分今回来られる時はその私たち、私見てるアクアフォトミクスの役割のコンプリメンタリーの理論だと感じて、だからとても議論が楽しそう思ってますね。重力の話とかフラクタリティの話とか、多分盛りだくさんに出てくる感じですね。水の構造とつながっていく。そうそう。多分量子科学の先生方が、水と量子場とつないでいると思いますけれども、ただナシムの中の水まだ触ってないけれども、だからこそお互いにすごく、勉強しながら前に進むと思います。あとは先生今年の意識学会にも招待で呼ばれてるらしいですけれども、意識の研究されている方々もそうです、来られますね。はい。とても、意識学会は私のきっかけやっぱりアクアフォトミクスだから水の研究やって水の広がりを見て、意識学会にもインドの学会にも呼ばれて今度招待講演しますけれども、アニルバンもうインドの意識学会のペンドロー先生とハムロ先生の次ぐらいの方なので、すごくアニルバンにアクアフォトミクスの話した時はすごく水ですよねっておっしゃってたからすごく嬉しかった。でその時からずっとお互いに勉強、私細胞膜の中に入っている脳に対してはとっても大事なタンパク質のチュブリンとマイクロチュブス実験もやってたし、先生方から私学んで勉強してるんだけれども、その中に水はどれだけ大事かっていうこっちが分かってるから彼らも分かるようにしたいし、そういうお互いに勉強しながら進んでます。先生おっしゃってましたもんね。意識は水よって。そうです。私のイメージはスペクトルパターンですね。だからもう一つの今回やっぱり大きなアクアフォトミクス近赤外線という光を使ってきてますけれども、その分野のものすごく大事なコントリビューションのアクアフォトミクスできると思いますし、近赤の光の良さ、量子科学的に説明もできるときはものすごくいろんなことが見えると思います。だから別の角度から近赤も見えるし、近赤活かせる方法も見えてます。2016年の神戸で行われたアクアフォトミクスの第2回だったと思いますけれどもね、あの頃から、さっき名前出たパウロ先生とか結構ね量子やってる先生方たくさん関わってこられましたけれども、それがようやく本当に次のステージで結びつく感じですかね。そうですね。もう9年ですね。経ってからもう一回ユンサトにおかげさまでまた、お邪魔させていただきます。みんなすごくその時は喜んで、一番大事な最後のラップアップ、シンポジウムがユンサトで行きましたので、すごくものすごく大きなステップアップになりまして、2016年で今回も同じつもりでワークショップユンサトも本当に社長さんといろいろ考えてた結果としてはまたできることはとってもありがたい、嬉しいし、あとシンポジウムの時も多分すごく大事なみんなで、もう一つ私今回感じてるのはとても大事なのは水とかアクアフォトミクスが社会と科学のウォーターブリッジだから水の橋になると私もうなってるし、だけど私すごく感じて、それが本当にユンサトのおかげもありますし、
科学って言ったらただ雲の上にあるものではなくて、やっぱりみんなのためってみんなやってる科学の社会を作りたいので、そう水のおかげでできると思ってますので、ぜひ社長さんの湯の里の講義っていう私言いたいぐらいで教えですね。みんなもうこれだけ人が来られて、そこ私ますますね、やっぱり赤ふた水のおかげでみんな科学は好きになりますね。ありがとうございます。医療分野はどうですか？そうですね。医療分野と生物ですね。生物。ものすごく非社会的に私たちは分析できることがとっても開いていくと思います。開いてるし、あと今まで測れないこと、数値出せない、例えばメディテーションですね、瞑想の時は体の中に水はどういうふうに変わってるかっていうその論文も出してるし、湯の里の実験、音の影響、人の中にどんな影響を与えるし、それも期待してますし、いろいろ分かってくると思いますので、論文も出してますから、結果が出てますね。あとピエール先生もようやくね来てくださいますね。はい、そうですね。だからピエールとパオが2016年から、すごく集中して2人とも今度ワークショップやります。はい、で量子科学の今年初めてアクアフォトミックスクールできるようになりましたので、量子科学の分野としてのワークショップ彼らがやって、あとアクアフォトミックスクールが2つの部分で初心者のための日本語も英語もやります。であと英語はアドバンストもやりますね。だから今回勉強もできるように、あともう一つ学会やりたいのは高校生のために見学、だから学会に最初の9時からオープニングの時1時間半が、学会の中のホールの中に入って、先生その科学者たちは何をしているかっていう見えると思いますし、コーヒーブレイクの時、科学者とお話しできるように。5月の18日。5月18日ですね。はい。じゃあそれは聞きたいっていう人たちはオープンで受け。そうです。ウェブサイトで登録して、そして来られるようにお願いしますね。その空気感を感じられるっていうのはすごいですよね。そうだと思う。あとやっぱり水とかアクアフォトミックスというかそのきっかけ、自分たちのキャリアのために今度どんな勉強すればいいかっていうとても重要だと思いますので、ぜひその世界少しでも覗いてみたらどうですかと思ってて、それをますますなんかすごいいろんな分野の人たちがで私どものラボのメンバーも皆さんみんなで参加させてもらって、あといろんな企業さんも今回は参加、興味を持たれているところも増えてきましたので、おかげさまでね。そうです。湯の里のラボのバラエティ、プレゼンテーションとかその研究のバラエティはとても広いので、みんなのため、みんなの勉強のためにもなりますし、何ができるかっていうアクアフォトミックスはどこまで広げるということがよく分かりやすいと思いますね。でまた今回その学会が終わった後スタディツアーで湯の里お越しいただいて、でその学会が終わった後ちょっと聞いてるように量子の研究されている方たちが残ってもう一度議論をするというシンポジウムを企画してくださってるんですよね。はい、ワークショップ最初1日のワークショップの次は30周年、月の雫のシンポジウムにもみんな残っていただいて、やっぱりその量子場の先生方残っていただくのはとても嬉しいし、ナシム・ハラミも残っていただくのはとても嬉しいですね。すごいですよね。どうなるでしょうね。そういう
いろんな分野でこう極めてきた方々が一堂に会して議論するってすごいなんかまた化学反応が起きますよね。そうですね。化学反応起こるんですよね。まあそういう何か私自分の中にその動きも私自分から外出て見ようとしたらすごく面白いなと自分で思ってるんだけれどもただそういう時みたいですよね。成長していろんなつながりを見えてきて次のフェーズというか次のステージが多分そろそろという感じですごくユニファイング・テオリーとかだから統一理論の中心が水でしょって私は思ってるので、まあいつか、はい、期待してます。近づいておかげさまでいけたらいいなと思ってます。近づいてます。言ってます。ありがとうございます。ぜひ皆様にも一緒にそのアクアフォトミクスの広がり味わって勉強していただいてあるいは自分でコントリビューションもしていただくチャンスだと思いますし一緒にアクアフォトミクス新しい知識新しい研究一緒にやりましょう。ぜひ学会にいらしてください。